私たちの毎日は自動プログラムでできています。朝目が覚めた瞬間、脳は昨日までの記憶を呼び起こし、体は昨日までの感情を思い出す。昨日と同じ思考、同じ感情、同じ体の反応。同じ選択、同じ行動、そして同じ行動から生まれた同じ現実を繰り返していく。まだ何も起きていないのに朝からなんだか憂鬱な気分になる。まだ誰にも何も言われていないのに人の目が気になる。まだ何もチャレンジしていないのに自分には無理だと感じてしまう。これはあなたのメンタルが弱いからではありません。あなたの脳と体が過去のプログラムを再生しているだけのことなのです。同じ思考からは同じ感情が生まれます。同じ感情で生きれば同じ選択をしやすくなる。同じ選択を繰り返せば同じ現実を生み出していく。ですから人生を変えるために必要なのは努力や気合で別の人になろうとするのではなく、ましてや今日もできなかった、またやらなかった、自分はなんてダメなんだろうと自分を責めることでもなく、本当に必要なのは今自分の中でどんなプログラムが自動再生されているのか、ここに気づくこと。そしてその古いプログラムではなく、ありたい自分のプログラム、叶った自分のプログラム、新しい選択ができる自分のプログラムを脳と体に覚えさせていくことが大切です。今日の動画では、なぜ私たちは昨日までの自分をいつも自動再生してしまうのか、どうすれば古いプログラムではなく、ありたい自分のプログラムを脳と体に教え込んでいけるのか、そして明日の自分を変えるために今夜何をすればいいのか、ここをお話ししていきます。変わるとは過去の自分を否定し変えようとすることではありません。慣れ親しんだいつもの自分のプログラムを終わらせていくこと。本当はこうありたい、本当はこう生きたい、本当はこう選びたい、本当はこう行動していきたい。その自分を脳と体に覚えさせていくこと。もしあなたが昨日と同じ思考、同じ感情、同じ行動で今日を過ごしていくことをやめたいのなら、ぜひこのまま最後まで見てください。では、まずいつもの自分とは何か、ここからお話をしていきましょう。多くの人は自分の思考の癖や選択のパターンを生まれつきの性格だと無意識に思ってしまいます。何度も同じことを繰り返すうちに、私はこういう人だと自分にラベルを貼ってしまう。私は自信がない人、人前が苦手な人、継続できない人、甘えられない人、遠慮してしまう人、断れない人。さあ、果たしてこれは本当にあなたの生まれつきの性格なのでしょうか？自分はこういう人間だ、そう思い込んでいるものの多くは、これまで何度も繰り返してきた思考や選択のパターンです。そしてその多くは後天的に作られ、脳と体に組み込まれているだけのこと。例えば誰かに誘われた時、本当は興味がない、本当は一人で過ごしたい、本当は断りたい。だけど、つい、ありがとうございます、行きます、と答えてしまうことありませんか？後から一人になって、なんで行くって言ってしまったんだろう。私はいつもこうだ。いつも人に合わせてしまう。こうやって嫌な気持ちになったりする。ですがこれ、本当はあなたは断れない人ではなく、断ると嫌な思いをされるかもしれない、いい人でなければならないという思い込みのプログラムが自動再生してしまっているだけのこと。人前で意見を言う場面でも同じことが起こります。本当は感じていることがある。本当は伝えたいことがある。本当は思っていることがある。でもいざ話そうとすると言葉を飲み込んでしまう。自分が間違えていたらどうしよう。変に思われたらいけないよな。私が言うことでもないかもしれない。そして結局言わないままその場を流してしまう。そしてこう思うんです。私は人前で話せない人。自分の意見が言えない人。飲み込んでしまう人。ですが本当は人前が苦手なのではなく、ちゃんと話さなければならない、ちゃんと伝えなければならない、ずうずうしいと思われてはいけない、間違えてはいけない、人からどう思われるのかが大切である。そんな思い込みのプログラムが自動で再生されているかもしれません。ここで大事なのは、そんな自分を否定しないことです。ああ、また言えなかった。ああ、またやらなかった。またできなかった。なんて私は意志が弱いんだろう。本当にダメなやつだな。そうやって自分を責めていくと、今度は自己否定のプログラムが強化されていきます。ですから自己否定を始める前に、まず見抜くことが大切。これは本当に私の性格なんだろうか、それとも過去に何度も繰り返してきた自分はこういう人だという古い思い込みのプログラムが勝手に作動しているだけではないだろうか。ここに気づくことが最初の一歩となります。脳は繰り返し使った回路ほど強くなります。何度も不安を感じれば不安の回路が強くなる。何度も遠慮すれば遠慮の回路が強くなり、何度もやらなかったと反省すれば反省の回路、
できない回路を強くしている。そしてある時からそれは考える前に勝手に起こるようになります。反射のようにやってしまう。反射のように思ってしまう。気づいたらそう振る舞っている。考える前に先に反応し行動してしまっている。これが過去のプログラムです。気づいた時にはもはや頭で考えることではなく、これが自分の生まれつきだと思わんばかりに無意識にその自分を生きて。ですが、ここには希望があります。このプログラムは変えることができる。古い回路の回数を減らし、新しい回路を増やしていく。すると古いプログラムは少しずつ弱まり細くなっていき、新しいプログラムが育っていきます。これが脳を書き換えるということ。人生を変えたいとき、多くの人は原因を追求します。なぜ私は自信が持てないのか、なぜ私は人前が苦手なのか、なぜ私は先延ばしをしてしまうのか、なぜ動けないのか、なぜいつも同じことを繰り返すのか。もちろん自分を理解することは大切です。ですが、原因探しばかりしていると、意識はずっと過去に向いたままです。なぜこうなったのか、誰の影響なのか、どこで始まったのか、それを探し続けている間、脳の中ではまた過去の自分が再生されています。過去の記憶を思い出し、過去の感情を感じ、過去の自分の状態に戻っていく。つまり、変わろうとしているその作業のつもりでも、過去のプログラムを何度も再生し強化しているのです。ですから本当に必要なのは、なぜこうなったのかを追い続けることでもなく、またできなかったと責めることでもなく、これから私はどんな自分として生きるのか、どんな自分として生きたいのか、どうありたいのか、どの方向に向いていきたいのか、今どんな自分を選んでいくのか、ここを決めることです。脳は行き先がなければいつもの道を選びます。変わりたいと思うだけでは曖昧すぎる。幸せになりたい、自信を持ちたい、豊かになりたい、自由になりたい、自分を変えたい。これだけでは脳はどこへ向かえばいいのか分かりません。カーナビにどこかいい場所へと打ち込んでもルートは出てきません。ですが、行きたい場所や住所を入れればちゃんと道を教えてくれる。脳も同じです。ですから、まず必要なのは、ありたい自分のプログラム、ありたい自分の方向を具体的にすることです。ここで言うありたい自分とは、すごい自分のことではありません。今とは違う前提、今とは違う状態で、今とは違う選択をしている自分。例えば、人に合わせてしまう自分ではなく、自分の本当の気持ちを大事にしながら、必要な時には断ることができる自分。人前で緊張して話せなくなる自分を責めてしまう自分ではなく、感じることを自分の言葉で伝えようとすることができる自分。褒められても受け取らない自分ではなく、ありがとうございますと受け取ることを許容している自分。チャンスが来た時に尻込みするのではなく、怖さがあっても一歩踏み出してチャレンジしている自分。これがありたい自分、取りたい行動を選ぶということです。新しいプログラムを得るということは、新しい自分を思い描くということ。理想を明確にする、未来を明確にする、よく聞くフレーズかもしれません。ですが、多くの人は理想を描いているつもりでも、実は今の現実の延長線上を見ているに過ぎないことが多いです。今のお金事情、今の実績、今の性格、今の年齢、今の体力、今の自信のなさ。これらを見て自分の可能性を狭めてしまい、自分には無理、私はまだまだだから私には厳しい。そう判断しながら、自分の今の延長線上に来るであろう未来を見てしまう。ですが、今の現実は過去の産物です。過去のプログラムの結果です。今のこの現実を基準にしてこれからの自分を決めようとすると、これからも過去の延長になってしまう。ですから、今の現実を基準にするのをやめなくてはいけません。今の現実も不安も自信のなさも全て横に置いといて自分に問いかけている。もし一切今の現実を基準にしなくていいとしたら、今の私の延長で考えなくていいとしたら、本当はどんな自分で生きたいのか、本当は何を選びたいのか、本当はどんな行動をとりたいのか、本当はどんな風に物事を捉えていきたいのか、本当はどんな自分として一日を生きたいのか。ここからが新しいプログラムの始まりです。ありたい自分が見えてきたら、次に必要なのはその自分を脳と体に覚えさせること。ここで大事なのは、新しいプログラムをイメージしたとき、内側で何度も何度も体験すること。ありたい自分ならどう考えるだろう、どんな感情でいるだろうか、どんな反応をするだろうか、どんな選択をし、どんな行動をとるだろうか。私たちの世界線、周波数を決めていきます。脳内で何度も何度もリハーサルをする。これを繰り返すことで自分の中に新しいプログラムが落とし込まれていきます。例えば、不安になると行動が止まる。これを繰り返すと不安になったら行動が止まるという回路が強くなります。褒められると否定して受け取らない。これを繰り返すと
褒められたら受け取らない、自分を否定するという回路が強くなる。人前に立つと自信がなくなり声が小さくなる。これを繰り返すと人前に出ると人前で話せないという回路が強くなり、これが自動プログラムの正体です。逆のプログラムを作ればいいということ。チャンスが来た時、ありたい自分ならどうするのか。褒められた時、その自分ならどう受け取るのか。やりたいことがある時、どんな風に思考し、どう選択をし、どう行動するのか。その時どんな気分、感情を感じているのか。これを何度も何度も自分の内側でリハーサルをしていく。思考、感情、反応、選択、行動。ここが変われば、ありたい自分の神経経路を育てていくと、ありたい自分の回路が強くなる。昨日までの過去の自分を何度も何度も再生していくと、昨日の自分が強くなる。これが脳を書き換えるということ。普段これを私はルート開拓と呼んでいます。ありたい自分、未来の自分、叶えている自分。これらはいつかたどり着くものではありません。望みを手に入れた自分の感情を今感じてみること。心地よい選択をしている自分の行動を今取ってみること。ありたい自分が通る道を今の自分が先に作っていく。これがルート開拓です。現実が変われば自信が持てるものではありません。先に自信を持った自分ならどう考えるだろうか。自信を持った自分ならどう振る舞うだろうか。自信を持った自分ならどう感じるだろうか。ここを先に感じることで現実が作られていくので、自信がないと思っている今の自分の波動バイブレーションと、自信を持っている私だったらどうだろうかと考え、一つずつ選択をしていった自分では、波動バイブレーションが大きく変わります。自分の脳内で新しいプログラムを先に作ること。もし自信があるとしたら、もし人前で話すのを楽しめるとしたら、もし軽やかに行動することができるとしたら、どんな感情だろうか、どんな選択を得るだろうか。そしてもう一つ大切なのが、その自分はどんな言葉を使い、どんな声で生きているのか。ここです。この自動プログラムは声と言葉に現れます。声と言葉にはあなたの状態がすべて出て、不安な時は不安な言葉を使い、不安な振動バイブレーションの声を使います。自分を小さく見積もり、自分を否定している時、声は小さくなり弱々しくなり、芯が抜けてしまう。言いたいことが言えない時、喉をキュッと締め、相手にどう思われるか心配している時には、相手を伺うような振動バイブレーションで声を出す。あなたの今動かしているプログラムがそのまま声に乗り、言葉に乗り、その声と言葉がその振動バイブレーションを継続させ、強化させていくのです。自信がない自分、自己否定している自分、苦手意識が強い自分、動けない自分、この自分で発した声や言葉は自分の耳に入り、体を響かせ、もう一度自分の脳に戻っていきます。さらに声は自分に聞かせているだけではない。声を出すとは振動バイブレーションを生み出すということ。自信がない、自己否定している、自分を小さく見積もっている、その振動バイブレーションで声を出すということは、その振動バイブレーション、エネルギーで体を震わせ、脳を震わせ、心を震わせ、この部屋、空間を震わせ、世界を震わせ、周りの人たちを震わせ、現実を作って、毎日どんな声で生きているのか、毎日どんな言葉を使っているのか、どんな前提でどんな声で自分に前提を刻み込んでいるのか、現実を作っています。自分を否定する声を使っていけば、体はその自分を覚えていき、遠慮する声、振動、バイブレーションで生きていれば、その遠慮する振動バイブレーションで体を揺らし、そのプログラムを強化していきます。不安を前提にした思考で声、言葉を紡いでいけば、体は不安を前提にしたプログラムを覚えていきます。そしてその声は自分だけでなく、その場の空気にも現実にも、あらゆるところへ影響を与えていっているのです。本来の自分を生かしている声、豊かさに満ちた声、安心や感謝の波動の声、ありたい自分として思考や選択をしている声、この声を少しずつ体に響かせていくことで、脳と体は新しい自分のプログラムを覚えていきます。そう、声は今のプログラムが現れる場所であり、同時に新しいプログラムを刻み込むためのツールなのです。では具体的にどうすればいいのか。今日は今夜からできる実践方法一つお伝えしていきます。まず夜眠る前に明日の自分のプログラムを決めることです。朝の自分は朝始まるわけではありません。眠る前にどんな自分であるのか、どんなことを思い描き、どんな感情で眠りにつくのか、これが明日の朝の自分を作っています。
やることは3つです。まず1つ目、明日の朝、どんな感情で目覚めたいのか、明日の朝の理想を思い描いてみてください。朝どうですか？目覚まし時計の音にうんざりしながら、また今日も始まったなんて思いながら起きてませんか？この時にどんな言葉、どんな感情を選びたいのか、まず一つ決めてみてください。朝起きた瞬間、どんな感情、どんな言葉で目覚めたいのか。二つ目、言葉を眠る前に再生してみてください。よく寝たな。さあ、起きてあれ食べよう。よーし、今日もやるぞ。今日も目覚めることができてなんてありがたいんだろう。その自分をリハーサルしてみてください。朝、もしもご機嫌で目覚めることができるとしたら、いつも朝ご機嫌な人は別のシーンでも構いません。大切なのは、昨日までの自分のままで眠るのではなく、翌日の新しいプログラムをイメージしてから眠ること。そして最後3つ目、その感情と言葉を声に出すこと。幸せだな。嬉しいな。ありがたいな。声を出すということは、振動、バイブレーションを調律することにもなります。夜眠る前に、翌日の新しいプログラムを仕込むこと。朝起きた瞬間の話でなくてももちろん大丈夫です。まずは今夜、ここから始めてみてください。最後に繰り返していますが、私たちの毎日は自動プログラムでできています。何もしなければ、何も変えなければ、脳と体は昨日までの自分を今日も再生している。ですが、このプログラムは変えられます。ありたい自分の思考を使う。望みが叶った自分の感情を思い出す。新しいプログラムを手に入れた自分として選択し行動する。その時の自分の声を今使ってみる。その繰り返しによって新しい自分の神経経路は育っていきます。あなたが思っているそのあなたは性格でも人格でもありません。自動プログラムの再生でできています。私の大好きなジョー・ディスペンザー博士という方がいらっしゃいます。彼はこう言います。私であるという習慣をやめようと。私というのは習慣でできている。毎日の繰り返し、毎日の思考、感情、選択、行動の繰り返しでできているんです。自分を責める必要はない。嘆く必要もない。諦める必要もない。いかようにでも私たちは変わることができるし、いかようにでも作ることができる。それは決して別人になるということではなく、プログラムを変えるということなのです。そして声には今のあなたがすべて現れています。今自分の声がどんな状態にあるのか、それが現実を作っている。この自分の声を見ていくために、無料の AI 音声解析エネルギー診断を用意しました。あなたの声をほんの少し録音するだけで、今のあなたのエネルギー状態を測ることができます。ぜひありたい自分を見つけていきたいなら、概要欄のリンクから音声解析ツール受け取ってください。そして声の奥には、あなたの本来の姿、本来の魅力や才能や能力が隠れています。あなた本来の振動、バイブレーション、あなたが持つ力、これらも声に現れています。ぜひ、あなたの声を聞かせてください。Your voice, your life。あなたの声があなたの人生を作っている。今日も心躍るグッドバイブスな一日を。ゆずきゆうきでした。ではではまた。